今日はですね、足のつりと栄養ということでお話をしたいんですよ。私たち足のつりについてだいぶ動画撮ってきましたよね、めっちゃヒットしたものもありましたよね。はい、やっぱりね、足のつりっていうといてててこむら返り、医学的には腰痛性筋痙攣と言いますが、この足のつり、温めるとかマッサージするとかレッグウォーマー履くとか、いろいろ対処方法ありましたけど、あえて今日はですね、栄養ということに着目して、その観点から、どんなメカニズムで足のつりが起こり、どんな栄養素が必要なのかっていうことをお話していきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとなんか難しいと思ってませんか？ちょっと栄養のことはよくわからないので大丈夫、今日この動画を撮れば、皆さんにご提供すれば、ちょっと分かりにくいかなと思っていた栄養のこともしっかりと理解できて、今日の食事から明日の食事から変わっていけば、この足のつりを栄養面からサポートすることができるようになります。はい、じゃあこちら見てください。まずね、足のつりっていうと、重要な対策3つありました。どうぞ読んでください。水分補給、保温、ミネラル摂取。はい、逆に言えばですね、足のつりがなぜ起こるかっていうと、水が足りないから、冷えるから、ミネラルが足りないから起こるわけですよね。だからこの3つの対策が、重要なわけです。ではもう一段階細かくメカニズムというところまで立ち返って見てみましょう。そもそも筋肉がつる、筋肉っていうのは何も、この骨格筋っていうのは動かしたりすることで、筋肉を収縮させたり伸ばしたりっていうことを意図的にできるわけじゃないですか。これって脳から命令がいって、神経がその命令を伝えて、筋肉を、縮ませたり伸ばしたりすることで関節を動かして運動が、できるわけですけれども、その中ではね、実際にはこのような栄養素が働いています。ちょっと読んでください。カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム。これ以外にもたくさんの栄養素が関係するんですけど、あえて最も重要なものを4つ選んできました。特にこの中で王様的に大事なのがマグネシウムです。なんですよ。はい、このね、カルシウムとマグネシウムは言ってみれば車のアクセルとブレーキみたいなもの。車ね、アクセル踏み込みます、ぐーっと走れます。ブレーキ踏みます、ストップかかります。これってバランスよくできてるから車をしっかりと動かすことができるわけですね、安全に。で、そのマグネシウムどっちだと思います？アクセルとブレーキ。ブレーキですかね。そうですね。カルシウムはアクセルですね、はい、カルシウムでアクセルを踏み込む、筋肉が緊張する。マグネシウムで緩める。このことがバランスよくできてればいいんだけど、足のつりっていうのはそれが誤作動してしまって、結果的にはアクセルを踏みっぱなしの状態、ブレーキが効かない状態になっているわけです。わかりやすいですか？はい。で、それ以外にもカリウム、今度はこれは命令を伝える方なんですよ。カリウムっていうミネラルが細胞の中に出入りすることで、うまくこの電気信号を伝えているんですけど、そこがうまくいかないと足がつってしまう。もう一つ、ナトリウム。これは水分バランスに影響します。よく汗をかくと、汗塩っぽいじゃないですか、ね、ナトリウムも一緒に奪われるわけですよ。そうすると電解質のバランス、ミネラルのバランスが崩れてしまって足がつるということが起こります。どうですか？カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム、どこかでは聞いたことのある名前だけど、こんなにも足のつりに関係してるとは思わなかったんじゃないですか？そうですね、なんとなく聞いたことありますけど、ありますよね。あるとは思ってなかったですね。はい、これらがうまく働けば足がつらない。だけどさまざまな病気、それこそ糖尿病、成人病、整形外科で言えば腰の脊柱管狭窄症やヘルニア、いろんな病気が背景にあることで、よりこの一層足がつりやすいっていう事実起こってしまうんですね。ではまず栄養でこれを補うことを考えていきましょう。はい、カルシウム、どんな食品にたくさん入ってますか？はい、乳製品、小魚や海藻、そうですね、緑の野菜にも入っています。マグネシウムは大豆、ナッツ、
これも海藻、うん緑の野菜。そうですね。皆さん普通にとっていそうで、意外と緑の野菜食べてないとかいうこともないですか？そうですね、なかなか不足してると思いますね。毎日はね。はい、このね2つのカルシウムとマグネシウム、実は摂取の黄金比っていうのがありまして、カルシウムを2、マグネシウムを1、2対1の割合で摂取するとより効率的に働くということも分かっています。とはいえね、2対1で食べよったって食べれるわけじゃなかなか難しいので、やっぱりしっかりと緑の野菜を毎日摂りましょうとか、ナッツとか、大豆類も摂りましょうっていう意識でいることが大事です。はい、じゃあこちら今度カリウム。はい、バナナ、アボカド、ほうれん草ね、なんか食べやすいし結構好きな方多いんじゃないですか。はい、だからバナナを半分でもいいから毎日食べるとか、ほうれん草や、小松菜でもいいです。緑の野菜を摂るということを心がけてください。はい、ナトリウムはやっぱり塩分なんですね。結局これらの成分をしっかり摂ることで水分バランス、ミネラルバランスを整えましょう。そしてもちろん冷えないようにしましょう。これらができてくると足のつりをゼロとは言わないけれども、ある程度コントロールすることができるわけです。はい、そこでこれらの食品毎日食べる、なかなか忙しい、オフィスワーカーの方とか主婦の方だって忙しいと、どうしても自分の食事バランスよくてなかなか難しいこともありますよね。そこで登場するのがサプリメント。今の4つの大きな重要な栄養素をしっかり含んだようなもののサプリメントを選んでいただくと、食事の補完をしてくれるものになります。あくまでね、サプリメントが大事でガバガバサプリメントを飲むっていうことは決していいことじゃない。普通の食事の中で全部賄えればいいけれども、それが十分できない時にサプリメント、つまり補助する食品を取るっていう気持ちでいてください。あくまでサプリメントは、薬ではございませんので、そこのところご理解をお願いいたします。今日はですね、足のつりと栄養という観点からお話をしてきました。温める、水分を取る、そして栄養にも気をつけるということを今日からよろしくお願いします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。